外なら子供をもっと自由に育てられるはずなのだ。放課後は一人で公園へ行って暗くなる前に帰ればいいのだ。親が予定を全部決める生活なんて窮屈すぎるのだ。その夢を語る前に現実の道路を見なさい。世界では交通事故が5歳から29歳の主要な死亡原因よ。自由な子育ての話がいきなり生存確認になったのだ。自由は安全に帰れるという前提があって初めて成立するわ。親の勇気だけでは車道が歩道に変わることはないのよ。公園は家から近いです。でも大きな道路を渡ります。あの信号は短いです。車も曲がるときに速度を落としません。一人で行かせたい気持ちはあります。でも体が止めます。ほんの数秒、姿が見えなくなるだけで頭が真っ白になります。私が見ていない間に何か起きたらと考えてしまいます。子供を信じても道路の方は信じてくれないのだ。しかも心配の種は交通だけでは終わらないわ。知らない人、遠い目的地、帰宅時刻、周囲の視線まである。親が一人で警備員と運転手と管理職を兼任してるのだ。守りたいだけなのに毎日ずっと監視する人になっています。ところが同じ母親が日本では入り口に取り残されるのよ。参加者がカードを持って一人で街の奥へ行ったのだ。待ってください。私も一緒に入るものではないのですか。ここでは親が先回りして仕事を選ぶことはできないわ。海外では離れられず日本ではついていけないのだ。なぜ日本の親だけが平然とその背中を見送れるのか。答えは国民性ではないわ。親を降りられる仕組みよ。まず子供の単独行動には調査上の呼び名があるわ。学術調査ではこれを独立移動という概念で捉えているの。一人で学校や公園へ行ける範囲を比べる考え方なのだ。そうよ。感想ではなく親が何を許可するかを調べるの。2015年には16カ国を対象にした比較報告が出ているわ。対象は7歳から15歳の子供18,303人よ。さらに保護者12,128人の有効回答も集められたわ。それだけ調べても全員が同じ自由を持つわけじゃないのだ。当然よ。単独移動を許される範囲には国ごとの差があった。ただし単純な危険国ランキングにはできない資料よ。現実を見なさい。海外という一語では何も説明できないわ。国、都市、所得、道路環境で暮らしの条件は変わるのよ。海外は自由、日本は安全と錦に濡れないのだ。歩道の有無だけでも親が背負う判断は大きく違うわ。学校までの距離や横断する道路の本数も無視できない。近い場所でも危ない交差点が一つあれば一人では行かせません。遠くても安全な道と見守る人がいれば考え方は変わります。距離だけでも親の性格だけでも決まらないのだ。親の選択は複数の条件を束ねた結果なのよ。2022年の体系的なレビューでは53研究が分析されたわ。そこで上がったのは年齢だけではなかったのよ。親の交通不安、目的地までの距離、住宅密度が関連していた。子供の能力を親がどう評価するかも関連要因の一つよ。どれか一つが自由を奪う原因だと決まったわけではないのだ。その通り、関連が報告されても因果関係とは断定できない。親は自由を嫌うのではなく複数の責任を下ろせないのよ。事故も避難も背負うなら勇気だけでは送り出せないのだ。朝はまず通学路の交通ルート、危ない横断場所を確認します。送り届けた後は迎えに行ける時刻をもう一度計算します。仕事の予定より先に移動の安全を組み直す毎日です。朝食の横で警備計画が完成していくのだ。本人は一人で行けると言います。道も覚えています。でも私は今日は車が多いからダメですと答えます。能力があっても環境が許可を出さない日があるのよ。できることとやらせられることが別々なのだ。がっかりした顔を見ると信じていないようで苦しいです。けれど事故の責任はその表情より長く親に残るわ。放課後は公園へ行く方法と一緒に遊ぶ相手を確認します。帰る時刻、迎えの担当、到着の連絡も親同士で決めます。遊ぶ約束をするだけで完全に業務連絡なのだ。自由時間を作る前に大人の監視当番を作る必要があります。ここで管理されているのは子供だけではないわ。親の仕事、買い物、休憩まで監視予定に従わされるのよ。親子揃って予定表から逃げられないのだ。誰かが迎えに遅れると全員の予定が少しずつ崩れます。怒っているのではありません。怖いから確認が増えるのです。恐怖が習慣になると監視は日常の作法に変わるわ。買い物中、ほんの数秒だけ姿が棚の向こうに消えました。私は買い物かごを置いて名前を呼びながら探しました。何も起きていません。でもその数秒はとても長かったです。事件がなくても親の頭では最悪の場面が始まるのだ。この再現で描くのは事件ではなく起こり得るという負担よ。特定の地域や住民を危険だと決めつける話でもないわ。見つけた時安心より先に
自分を責める気持ちが出ました。どうして目を離したのかと何度も自分に問いかけました。無事だったのに、親の中では裁判が続いているのだ。周囲の非難を想像するほど親は監視役を降りにくくなる。私は子供を信じていないわけではありません。道路と知らない大人と事故の後の自分が怖いのです。何かあればなぜ一人にしたのかと聞かれるでしょう。自由を認めた親だけが結果まで一人で背負うのだ。豪州の保護者調査でも交通安全への不安が報告されている。見知らぬ人への恐れや子供の能力への評価も上がった。周囲からどう見られるかという規範も関連していたわ。親を辞めるには勇気ではなく代わりの監視者が必要なのよ。朝から晩まで確認と連絡の音が止まらないのだ。目を離せないと思うほど周囲の音まで警告に聞こえます。ここまでが親の監視が途切れない側の世界よ。自由を与えるほど責任だけが重くなる地獄なのだ。ではその雑踏も通知もここで全部切り替えるわ。舞台は日本の整然とした屋内職業体験施設よ。急に静かすぎて別の国へ来たみたいで怖いのだ。このカードを本人が持って体験先を自分で探すのですか？そうよ。親が先頭に立って案内する場面ではないわ。では私も後ろから一緒に入り口まで入ります。一方日本では親の方が原則として立ち入り禁止です。子供を守る施設なのに親を排除するのだ。介助が必要な場合などを除き体験への参加はできないわ。ここからは監視を施設へ渡す側の世界を見なさい。参加者は自分でパビリオンへ行き受付を行うわ。空き状況を確かめて体験する仕事を自分で予約するの。親が予約係になる前に本人が交渉を始めたのだ。間違えたら困ると思っても私は口を出せないのですね。その小さな間違いまで体験の一部にする設計なのよ。制服に着替え説明を聞き役割を分担して働くわ。学校ごっこではなく受付から本人に任せるのだ。ただし成人スタッフが説明と安全管理を担っているわ。子供だけで街が回るというのは演出上の比喩よ。放任ではなく見えない場所で大人が支えているのですね。仕事が終わると専用通貨のキッズを給料として受け取る。働いた後に本当に自分のお金が渡されるのだ。その通貨は銀行へ預けることも買い物にも使えるわ。貯めるか使うかまで親ではなく本人が選ぶのよ。欲しいものを買えなくてもそれも自分の判断の結果ですね。失敗しても生活費を失うような致命傷にはならないわ。小さな町で小さな後悔まで安全に変えるのだ。自立を教えるのではなく自立できる範囲を作っているの。私は答えを教えず選ぶ姿だけを見ればいいのですね。口を閉じることも保護者に用意された体験なのよ。労働者が子供で親の方が休憩しているのだ。随分黒い解釈だけれど構図だけなら間違っていないわ。見ていなくてよいと言われても最初は立ってしまいます。長く監視してきた体は規則を聞いただけでは休めないの。ガラスの前ならまだすぐ助けられる気がします。けれど助けを求められていないならまず待ちなさい。何もしないことが親にとって一番難しい仕事なのだ。施設は親を不要にせず介入する時刻を遅らせているわ。本人が戻るまで私は私の時間を持っても良いのですね。その数十分こそここで売られている珍しい余白よ。この信頼は善意だけを信じた無防備とは違うわ。街は実物のおよそ3分の2の大きさで設計されているの。入国ホルダーで人数を管理し退場時には全員を確認する。施設内では成人スタッフが参加者の体験を見守っているわ。親の視線を消す代わりに管理の網を細かく張るのだ。全員が6歳以上なら保護者全員の一時退場も可能よ。ただし閉鎖空間で有料かつスタッフ管理下という条件付き。日本人が信じるのは善意が壊れにくい仕組みなのよ。ここで2つの世界が背負う責任を並べてみるわ。外の街では危険、距離、規範、判断が家庭へ集中する。この施設では受付、見守り、体質管理を運営側が分担する。親の愛情が違うのではなく担当者の数が違うのだ。自立とは親が突然いなくなることではないわ。失敗しても致命傷にならない範囲を社会が用意することよ。一人で選ばせても戻れる場所と見守る人が残っています。だから親も失敗を奪わずに見届ける余裕を持てるの。勇気を要求する前に失敗の大きさを小さくするのだ。現実を見なさい。精神論より先に設計が必要なのよ。独立移動には能力、親の認識、社会環境が関連している。建築や交通の環境も含む複数階層の問題なのよ。子供一人へ自立の責任を押し付けてはいけないのだ。親一人へ監視の責任を押し付けるのも同じことだわ。今姿が見えなくなりました。でも追いかけなくてよいのですね。入り口も出口も見守る人もいるわ。まず座りなさい。追わないことがこんなに怖くて安心するとは思いませんでした。警戒を解除するだけで親には大仕事なのだ。贅沢なのは華やかな職業体験そのものではないわ。親が数十分だけ親を降りられることこそ贅沢なのよ。任せる相手が見えるから
私は美晴役を休めます。ただし、この施設体験を日本社会全体の証明にはできない。日本の保護者が全員平気だという意味でもないわ。外国の保護者が全員監視しているという話でもない。条件が整った場所だけで親子の役割が変わるのだ。僕も社会に任せて保護者ラウンジで暮らすのだ。あなたは保護される前に、まず自分で働きなさい。あなたは何歳から子供を一人で歩かせられるかしら。年齢だけでなく、道と距離と見守る人まで考えてみなさい。自由にしろというだけなら誰にでもできるのだ。問われるのは、戻ってこられる環境を誰が作るかよ。次回は、子供だけで電車に乗る日本を取り上げるわ。見守りと放置の境界を仕組みから解剖するわよ。僕は大人だけど一人では乗り換えできないのだ。次回までに、せめて案内板を読む練習をしなさい。日本の普通に隠れた異常をもっと見たい人は、チャンネル登録して現実を見なさい。